で購入したソフトミックス2色を使ってバッグを編んでいきます。ソフトミックスは約 35g で長さは約 63m あります。材質がアクリル 80%、 羊毛が 20% ですね。かぎ針のおすすめは10号となっています。カラーはグレーとホワイトを使っていきます。かぎ針は10号の 6mm では編み始めます。糸端を少し残したところ、中指と親指で糸をこのように押さえたら、糸玉側の糸を2本の指の向こうから手前に回してきて、左手をくるっと返します。手前の糸の下にかぎ針を入れて、糸玉側の糸を針にかけて引き出してきます。この時かぎ針をくるっと回転させて、このようにね、糸がねじれている状態です。糸玉側の糸をかけて、この輪を引き抜きます。鎖が一つできたんですが、この鎖は引き締めずに左手を外します。こんな状態になっているので、ここから長編みの作り目を作ります。一般的には鎖3目または鎖2目で立ち上がると思うんですが、私はここから長編みを作ります。糸を少し引き伸ばして、針にかかった糸は右手でしっかりと押さえたままにします。針先を手前から向こうにくるっと回転させて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。この引き出す糸の長さは鎖2目分ぐらい。そして針に糸をかけたら2本引き抜く。もう一度針に糸をかけて、この時右手の指、押さえてた指ですね、外しても大丈夫です。かけたら残り2本を引き抜く。これで長編みができました。では輪の中にあと11目長編みを編み入れます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出してきたら、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。長編みは、足を長く頭を小さく編みます。針に糸をかけたら輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出してくるんですが、この引き出してくる時の糸の長さを鎖2目分ぐらい引き伸ばしてかけて引き抜く。そして残り2本引き抜く時なんですが、この今引き抜いてきた糸ですね、かけて持ってきた糸、頭の部分は鎖1目分ぐらいかけて2本引き抜きます。足は長く頭は小さくですね。輪の中に3目長編みが入った状態です。残り9目長編みを編んでいきます。輪の中に長編み12目編めました。そしたら糸端を引き締めて、
最初に編んだ長編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。この立ち上がりで作った長編みの頭はちょっと取りにくいので、1本向こう側の2本目しっかりと針を入れて糸を引き抜いて、引き抜いたこの目は間違えやすいのでぎゅーっと引き締めます。はい、では次2段目、針にかかった糸をぐーっと引き伸ばします。長編みよりも少し長めに引き伸ばしたら、針にかかった糸をしっかりと指で押さえ、かぎ針の針先を手前から向こうへくるっと回転させます。そしてかぎ針をすぐ下の長編みですね、先ほど1目目で編んだ長編みの頭に入れて糸をかけて持ってきます。鎖2目分引き伸ばしたらかけて2本引き抜く。そして残りかけて2本引き抜きます。長編みが1つ編めました。次、針に糸をかけたら、今長編みを入れたのと同じ長編みを、足の部分、胴体の部分ですね、長編みの足の部分、右から左にこのように針を出して、この長編みを丸ごと編みくるむようにしてかけて糸を引き出してきます。長編みの表引き上げ編みになります。この時引き出す糸も鎖2目分ぐらいかけて2本引き抜き、かけて2本引き抜きます。最初の長編みに長編みと長編みの表引き上げ編みを編みました。これを繰り返していきます。針に糸をかけたら長編みの頭に針を入れ、長編み、針に糸をかけて今入れたのと同じ長編みを丸ごとすくうようにして表引き上げ編みの長編みを編みます。次の目に長編み、同じ目をすくい上げるようにして長編み、次の長編みの頭に長編み、同じ長編みに表引き上げ編みの長編み、4回繰り返しました。全部の目に長編み、長編みの表引き上げ編みを繰り返し編んでいきます。頭に長編みを編んだら、足を拾い上げるようにして表引き上げ編みの長編み、はい、一周ぐるっと回ってきました。最初の長編みがここにあります。最後1目残っているので、最後の目も頭に長編みを入れたら、今入れた長編みを足を
体をですね丸ごと拾う感じで長編みの表引き上げ編みをします。一周ぐるっと編んできて、目数は12目の倍24目になっています。そしたら最初に編んだ長編みの頭に針を入れて糸を引き抜くんですが、この、最初の長編みの頭に針を入れた状態で、今まで使っていた糸は針の上にかけて色を変えます。白い糸を持ってきたら、糸端は糸始末できる分残して、このように後ろに当てます。針に白い糸をかけて全部引き抜いて、グレーの方の糸ですね、これを引っ張ります。キュッと引っ張って白い糸をぐーっと引き伸ばし、しっかりと指で押さえたまま針先を手前から向こうへくるっと回転させて、すぐ根元にある長編みの頭に針を入れます。この時グレーの糸と白い方の糸端ですね、これも針の上に乗せて糸をかけて引き出してきたら、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、長編みの立ち上がりができました。そしたら針に糸をかけて、次は引き上げて作った長編み、次の目のこの引き上げた長編みの頭に針を入れて、糸端と先ほど使っていたグレーの糸、針の上に乗せて長編みを編みます。編めたら針に糸をかけ、今長編みを入れた表引き上げ編みの長編みをまた表引き上げ編みの長編みを編みます。はい、ここまでで、長編みに長編み、長編みの引き上げ編みに長編みと引き上げ編みを編みました。1目増えた状態になります。これを繰り返します。針に糸をかけて、次の長編みには頭に針を入れ、糸端編みくるんで長編み、次の表引き上げ編みをした長編みの頭に針を入れ、糸端編みくるんで長編み、そして今入れた目と同じ引き上げてある長編みをまた長編みの表引き上げ編みをします。ちょっと白で色が飛んで見えにくかったらごめんなさい。次の長編みの頭に針を入れ、糸端編みくるんで長編み、次の表引き上げ編み、表面にポコッとね盛り上がっている長編みの頭に針を入れ長編み、そしてこの表引き上げ編みをした長編みをもう一度表引き上げ編みで長編みを編みます。はい、ではこれを繰り返していきます。この辺りで、前段で使っているグレーの糸カットします。白とグレーの糸端があるんですが、これはずっとね編みくるんで進んでいきます。長編みの頭に長編み、表引き上げ編みの長編みに頭に針を入れ長編みを編み、今入れたのと同じ長編みの引き上げ編みを長編みの引き上げ編みで編みます。表引き上げ編みの長編みのところで増し目をしていく感じですね。頭と足に
長編みを編みます。ぐるーっと回ってきて、残り2目のところまで編んできました。普通の長編みと表引き上げ編みの長編みが2目残っている状態ですね。普通の長編みには長編みを編んで、表引き上げ編みの長編みの頭にも長編みを編みます。そしてもう一度この表引き上げ編みの長編みを表引き上げ編みで長編みします。こんな状態ですね。そしたら、この後は色変えはランダムでやっていこうと思うんですが、またねグレーに戻そうかと思います。最初に編んだ長編みの頭に針を入れて、糸端、糸玉側の糸は針の上、グレーの糸を持ってきてかけて全部引き抜きます。白い方の糸ですね。この引き抜いた目をギュッと引き締めて、3段目針にかかった糸をぐーっと引き伸ばして長編みの作り目を作ります。最初の長編みの頭に針を入れ、糸端は2つとも針の上編みくるんでかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、こんな状態ですね。グレーの方の糸、ここね緩みがある場合はキュッと引き締めて、白い方の糸ですね、これをカットします。グレーの糸端と同じくらいの長さにカットして、この後この2本の糸は編みくるんで進んでいきます。まず1目目ですね、長編みを1つ入れました。では次の目、次の普通の長編みに長編みの表引き上げ編みを編みます。長編み表引き上げ編み1目ずつ編みました。そしたら次の長編みの表引き上げ編みの頭に針を入れて、糸端は編みくるんで長編みを編みます。頭に長編みを入れたら、引き上げてあるこの足の部分ですね、ここにもう一度長編みの表引き上げ編みを編みます。こんな状態です。最初は長編みの頭に長編みを1つ、次は長編みに、長編みの表引き上げ編みを1つ、1つ1つと進んで、次の長編みの表引き上げ編みには頭に長編み、そして足の部分、この胴体丸ごと引き上げて長編みですね。11増し目ときました。入れ方がね普通の長編みと表引き上げ編みなので若干ややこしいんですが、これを繰り返していきます。針に糸をかけたら
次の長編みの頭に針を入れて、糸端は2本とも針の上編みくるみます。普通の長編みを1目に1つ、次の普通の長編みは長編みの表引き上げ編みで1つ編みます。そして表引き上げ編みの長編み、頭に1つ長編みを入れて、同じ引き上げ編みの長編みをまた引き上げ編みの長編みを編みます。これを繰り返し編んでいきます。普通の長編み、次の長編みに表引き上げ編みの長編み、次の表引き上げの長編みの頭に普通の長編みを編み入れたら、今編んだ表引き上げ編みの長編みを表引き上げ編みで長編みします。ややこしいですが、長編み、引き上げ、長編み、次の目に2つ目を入れます。普通の長編みと引き上げ編みの長編み、11増し目ですね。普通の長編み、表引き上げ編みの長編み、引き上げ編みの長編みに普通の長編みと引き上げ編みの長編みをします。増し目です。次の長編みに長編み1目、次の長編みに表引き上げ編みの長編みを1目、表引き上げ編みの長編みに増し目で頭に長編みを入れて、体を丸ごとすくって引き上げ編みの長編み繰り返します。はい、一周ぐるっと回ってきました。最後3目あります。普通の長編み2目と表引き上げ編みの長編みですね。では長編みの頭に普通の長編み1つ、次の長編みに引き上げ編みの長編みを1つ、残り1つの表引き上げ編みの長編みには普通の長編みと引き上げ編みの長編み2目編み入れます。はい、こんな感じになっています。そしたら、また色を変えようかなと思います。お好きなようにね、色変えしていくといいと思います。最初に編んだ長編みの頭に針を入れて、ちょっとねこの長編みは針が入れにくいんですが、頭しっかり2本取るように針を入れて、糸端は針の上、白い糸を持ってきたらかけて全部引き抜きます。そしてグレーの糸しっかりとぎゅーっと引き締めてカットしてしまいましょう。2本の糸端はしっかりと裏で押さえて持ったまま、次は5段目ですね。糸をぐーっと引き伸ばして
針にかかった糸をしっかり押さえ、針先を手前から向こうへくるっと回して、すぐ根元の長編みの頭に針を入れ、糸端2本は針の上かけて糸を引き出してきたら、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。普通の長編みが1つ編めました。白い方の糸端、ここが少しね緩んでる場合はキュッと引き締めて整えます。そしたら次の目、針に糸をかけて、次の目は表引き上げ編みになっているので、この表引き上げ編みを表引き上げ編みします。一つ一つまず一つずつ編み入れました。次の普通の長編みにも頭に針を入れ、糸端を編みくるみながら長編みを一つ入れます。そして次の引き上げ長編みの頭に針を入れて、糸端編みくるんで普通の長編みを一つで、また同じ目に今度は引き上げで長編みを編みます。5段目は普通の長編み1つ、引き上げ長編み1つ、普通の長編み1つ、そして、4つ目の表引き上げ編みの長編みに普通の長編みと引き上げ長編み2つの目、2目入れて増し目をしました。間でね引き上げ編みをしていくのでちょっとややこしいんですが、123と1目に1目ずつ編んだら次は増し目ですね。繰り返します。次の目1つ普通の長編みを編みます。次の目は引き上げ編みになっているので、引き上げ編みで1つ長編みを編みます。そして次も普通の長編みなので糸端編みくるんで普通の長編みで、次の目が表引き上げ編みの長編みなんですが、ここは増し目をするので頭と体に長編みを入れます。まず頭に普通の長編み、そして体丸ごと引き上げて長編み、同じ目に長編みと引き上げ編みを入れて増し目をしました。123増し目です。普通の長編み1つ、表引き上げ編みなので表引き上げ編みの長編みを1つ、普通の長編みなので頭に針を入れて普通の長編みを1つ、そして次増し目をします。表引き上げ編みなのでまず頭に長編みを入れてから増し目、同じ目に長編みの引き上げ編みを入れます。繰り返し編んでいきます。長編み、表引き上げ編みの長編み、頭に針を入れ長編み、次は増し目。まず頭に長編みを入れてから表引き上げ編みで同じ目に長編み、1 1 1増し目です。
周ぐるっと回ってきました。残り4目あります。最初の3目は1目ずつ前段と同じ編み方で長編みを入れていきます。まず普通の長編み、前にねポコッと飛び出していない長編みなので、長編みの頭に長編みを入れて、次は表引き上げ編みになっているので、この目を同じ表引き上げ編みの長編みで編みます。次は普通の長編み、そして最後の目は表引き上げ編みの長編みになっているんですが、4つ目の目で増し目をするので、頭に普通の長編みを編んで、胴体ですね、長編み丸ごと引き上げて長編みを編みます。こんな感じになっています。ちょっとねこうくるっと、丸まってくる感じはあるんですが、このまま編み進めて大丈夫です。では最初の長編みの頭に針を入れて、後ろ側のね糸がどうしても取りにくいんですが、しっかりと針2本通るように入れて、糸を持ってきて引き抜いてキュッと引き締めます。次もこの白でね編みたいと思うので、色変えはしませんでした。では糸をぐーっと引き伸ばして長編みの作り目を作ります。長編み1つ編めました。次は、まず1目編んだので、あと3目分ですね。1目に1目ずつ編んでいきます。次は表引き上げ編みなので、表引き上げ編みの長編み、次は普通の長編みなので、頭に針を入れて普通の長編み、そして次普通の長編みがあるんですが、引き上げ編みで長編みを編みます。はい、ここまで1目に1目ずつ編んできたんですが、基本的には長編みと表引き上げ編みを交互に編んでくるので、今編んだ表引き上げ編みは前段の普通の長編みを表引き上げ編みで長編みしました。そして、5つ目の目は増し目になります。1つの目に2つ入れるので、頭に長編みを編んでから胴体丸ごと引き上げた長編みを編みます。このようになりました。1目に1目ずつ4目編んだら、次は増し目です。そして基本的には長編みと表引き上げ編みの長編み交互に編んでいきます。3つ目の普通の長編みを表引き上げ編みで編んであります。これを最後まで繰り返します。頭に針を入れ普通の長編み、次は表引き上げ編みになっているので、表引き上げ編みで長編み、3つ目は普通の長編みなので、頭に普通の長編み、そして交互に模様にしてくるので、次は表引き上げ編みをします。普通の長編み丸ごとすくうように右から左に針を出して、表引き上げ編みの長編み、5つ目の目は頭に長編みを入れてから
同じ目を表の引き上げ編みの長編みにします。目数は1目につき1目ずつ4目編んだら増し目をする。これを繰り返し最後まで編んでいきます。6段目最後の方まで編んできました。残り5目あります。最初の長編みは頭に針を入れて長編み前段と同じように模様を編んでいきます。次は表引き上げ編みなので表引き上げ編みで1目、次普通の長編みなので頭に針を入れて長編み、そして次の普通の長編み、これは交互に進んできて、次は表引き上げ編みの長編みなのでこの普通の長編みを表引き上げ編みで編みます。そして最後ここですね、ポコッと表に飛び出した引き上げ編みになっているんですが、最後は増し目、5つ目の目は増し目なので頭に針を入れて長編みをしてからまた同じ目を今度は表引き上げ編みで編みます。そしたら最初に編んだ長編みの頭に針を入れて色を変えますので糸を針の上、そしてグレーの糸を持ってきます。持ってきたらかけて全部一度に引き抜き、白い糸をぎゅーっと引き締めてカットします。では7段目、ぐーっと糸を引き伸ばしてしっかり指で押さえたら長編みの立ち上がりを作ります。すぐ根元の長編みの頭に針を入れて糸を持ってきてかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、そして白い方の糸をギュッと引っ張ってグレーの方もここね、足が緩んでる場合は少し引き締めます。7段目は5目編んだら増し目をします。1つ編めたので次は表引き上げ編みで1つ、次は長編みで糸端編みくるんで1つ、次は表引き上げ編みで1つ、そして5目め普通の長編みなので頭に針を入れ糸端編みくるんで長編み、そして次は表引き上げ編みになっているんですが、増し目をしたいので頭に1つ編んでから同じ目に表引き上げ編みで長編みを編みます。まず5目分ですね、それぞれ模様と、前段の模様と同じように1目ずつ長編みを編みます。長編み表引き上げ編み長編み表引き上げ編み長編み、5目編めたら最後の、6個目の表引き上げ編みの長編みに長編みと表引き上げ編みの長編みを入れました。6目めで増し目をしています。これを繰り返し編んでいきます。1目に1目ずつ5目編みます。
普通の長編み、表引き上げ編みに表引き上げ編み、普通の長編み、頭に針を入れて長編み、次は表引き上げ編み、5目め普通の長編み、そして表引き上げ編みがあるので、6目めは頭に長編みを入れてから表引き上げ編みを編みます。同じ目に表引き上げ編みですね。口が回らない、これを繰り返します。まず5目分、1目に1目ずつ前段の模様と同じように編み入れたら、6目めで頭に長編みを入れて同じ目で表引き上げ編みをして、6目めは増し目になっています。繰り返していきます。5目編めたら増し目なので、頭と体に長編みと表引き上げ編み、7段目も最後の方まで編んできました。5目分を模様通りに1目に1目ずつ編んだら、最後の長編みの表引き上げ編みには長編み1つと同じ目に表引き上げ編みを編みます。最初の長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。次もグレーで編みます。8段目、糸をぐーっと引き伸ばして針にかかった糸を指で押さえ、針先を手前から向こうにくるっと回転させて、すぐ根元の長編みの頭に針を入れ糸をかけて引き出します。針に糸をかけて2つ引き抜いてかけて2本引き抜く。普通の長編みが1目編めました。次、前段引き上げ編みになっています。同じように引き上げ編みで1つ長編みを編みます。今2目めを編んだんですが、6目までは1目に1目ずつ編み入れていきます。頭に針を入れて長編み、丸ごとすくい取るように表引き上げ編み、次は頭に長編み、次の目は普通の長編みになっていますが、これは表引き上げ編みにします。長編み引き上げ編み、長編み引き上げ編み、いつも交互に繰り返し編んでいきます。6目分1目に1目ずつ入れてきました。次の7目目には増し目をします。頭に長編み、同じ目に丸ごと取って長編みの引き上げ編みをします。これで全部で8目に、なっています。長編み引き上げ編み、長編み引き上げ編み、長編み引き上げ編み、6目分は1目に1目ずつ編んで、7目目には頭と引き上げ編みの2つの目を入れて増し目をします。最後まで繰り返します。
長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編み、長編み、引き上げ編み。そして斜め目は増し目です。頭に長編み1つ丸ごと取って引き上げ編みで長編みを同じ目に編みます。ぐるっと繰り返していきます。繰り返し編んできて残り1目になる前は6目ですね。6目を1目に1目ずつ模様を繰り返して入れてきました。最後の1目は頭に長編みを1つ、そして同じ目に長編みの引き上げ編みを1つ編みます。はい、最後まで編めたら最初の長編みの頭ですね。ここに針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そして糸を抜く、カットして抜いてくださいね。そしたら、今引き抜いた目のすぐ右隣に最後に編んだ表引き上げ編みの長編みがあるので、ここにマーカーをつけておきます。そしてこの目も含めて24目数えたところ、表引き上げ編みになっている長編みにマーカーをつけておきます。そしたら同じものをもう1枚編みます。編み終わったら外表でマーカーの位置を合わせて、この編み地をマーカーの手前から次のマーカーの手前までつないでいきます。マーカーの位置とマーカーの位置を合わせて、これね2つ2枚いっぺんにマーカーつけちゃってもいいですね。こんな感じで目と目をしっかり合わせて、マーカーがついている目の左隣の目ですね。上から見ると鎖がこのようにありますが、中側のこの2本ですね、ここを取ってぐるーっとつないでいきます。グレーの糸を持ってきたら、こちら手前の編み地は向こう1本に針を入れて、糸端もあるので糸端も針の上に乗せて編みくるみます。そして向こう側の編み地はこの手前1本ですねに針を入れて、それぞれの編み地の、外側に1本筋が残るようにですねつないでいきます。糸端を持ってきたらこのようにしっかりと押さえて糸をかけて持ってきます。鎖編みを1回、そしたら次の目の手前の編み地は向こう1本、そして向こうの編み地は手前1本に針を入れて引き抜きます。どんどん同じように進めていきます。そして糸端があると思います。これは針の上に乗せて編みくるむ目と編みくるまない目交互に続けていきます。向こう側の編み地は手前1本に針を入れて引き抜き、向こう半目、次は糸を編みくるまずに向こうの編み地の手前1本に針を入れて引き抜く。次は糸を編みくるんで引き抜く。次は糸を編みくるまずに引き抜く。次は
糸を編みくるんで引き抜く、繰り返していきます。それぞれマーカーの手前に、マーカーの手前まで繰り返し編み地を合わせて引き抜き編みで進んでいきます。はい、最初につけたマーカーの、位置から24目目の、手前まで引き抜き編みでつなげてきました。そしたら、それぞれの編み地も一周ぐるっと引き抜き編みしていこうと思います。続けて手前の編み地の24目目のマーカーを外して、ここは長編みの頭に針を入れようと思います。頭に針を入れて1目ずつ引き抜き編みをしていきます。マーカーまで来たので、ここも手前の編み地最後の1目ですね、引き抜き編みをしたらひっくり返して裏側に行きます。最初に糸をつけた2枚の編み地を合わせて作ったこの目ですね、ここも一度針を通そうと思います。最初に入れた目の手前の筋は残したまま引き抜き編みをした時と同じように、手前の編み地は向こう半目、向こうの編み地は、手前半目ですねに針が出るように入れたら、一回ここで引き抜き編み、そしてくるっと裏側に返してマーカーのついている目に引き抜き編み、1目ずつ引き抜き編みしていきます。このように引き抜き編みをすることで、編み地のね、この空いてる部分ビロビロするのがね少なくなると思います。こちら側の編み地も最後まで引き抜き編みをしてきました。そしたら最後、糸をちょっと長めに残してカットしてチェーンステッチで糸始末をしようと思います。針と糸を抜いたら
とじ針に糸を通します。そしたら、先ほどこっち側で一目ね、編み地と編み地を通して引き抜いたのと同じように、こちら側も編み地と編み地をつないだ目ですね。ここに針を入れて、向こう側筋が1本残るようにですね、針を通したら、このように糸を引いてきて、最後に編んだ引き抜き編みの目に鎖の穴のところですね、このように針を通して裏側で糸始末をします。他にも出ている糸端は同じように糸始末をしてください。はい、整えるとこんな感じになっていて、ここがね開き口になります。そして、手前にぐるーっとね筋を残して編んできたので、ここにフリルを編んでいこうと思います。はい、白い糸を用意したら、編み地をつないで残してきたこの筋ですね、ここに針を入れて糸を引っ掛けて出してきます。糸端一度この糸玉側の糸の上からこっちにくるっと巻いてきます。そしたら、ここはですね鎖3目で立ち上がります。針に糸をかけたら、今入れた目と同じところ糸端を編みくるみながら長編みを3目入れます。3目編めたら、次の目糸端を編みくるみながら手前の筋1本だけですね、針を入れて、今度は長編みを2目、3目2目3目2目と交互に繰り返して長編みを編んでいこうと思います。ぐるーっと、この最後に編み地を合わせてつないだところまで手前の筋に繰り返し3目2目3目2目と編んでいきます。はい、一周ぐるっと編んできました。最後の目、長編み2目になるんですが、ここは長編み3目にしてください。3目3目と続きます。はい、編み地同士を、くっつけた部分ですね、手前の筋残してきた筋にずっと長編みをね編んできました。そしたら、ここで U ターンします。フリルの2段目鎖3目で立ち上がったら編み地をひっくり返して、今度は1目に1目ずつ長編みを入れていきます。立ち上がり3目も1目として数えていくので、次の目から長編みを入れていきます。
フリルの2段目、最後の方まで来ました。最後は鎖3目の立ち上がり、3目目に針を入れて糸をかけて持ってきたら、かけて2本引き抜く長編みの未完成の状態で、最後の段グレーに変えようと思います。未完成の状態で新しい糸を持ってきたら、グレーで最後の2本を引き抜きます。そして、白い糸は糸端残してカットしてしまいます。カットしたらグレーの糸と白い糸両方とも糸玉側より向こう側に糸を持っていきます。そして鎖3目で立ち上がって編み地をひっくり返す。返したら糸端2本は編みくるんでいきたいので左側へ持ってきて、針に糸をかけたら次の目は、表引き上げ編みにしようと思います。次の長編みの足に右から左に針を入れて糸を持ってきて長編み、次の目は、普通に長編みをします。糸端を編みくるんで頭に針を入れて長編み、次の目は表引き上げ編み、長編み引き上げ編みと、交互に繰り返していこうと思います。長編みを編むときに糸端を編みくるんでいきます。こんな感じですね。では最後まで普通の長編み、表引き上げ編みの長編みを交互に繰り返し編んでいきます。糸端は編めるところまで編みくるんで編んでいきます。はい、フリルの3段目最後の方まで編み進めてきています。長編みの表引き上げ編みをしたら最後は、鎖3目の立ち上がりに普通の長編みを入れて、これでフリルが完成です。糸を切って糸始末をします。針と糸を抜いたらとじ針に糸を通して裏側で糸始末をします。はい、そうするとこんな感じですね。幅の広いフリルがバッグ本体の縁にこんな感じでついています。今こっち側の編み地の筋にフリルを編み付けたんですが、反対側の残っているこの筋ですね、こっちにも同じようにフリルを編んでいきます。はい、反対側にも同じようにフリルを編み付けました。両面ねフリルがついているのでかなりボリュームがねあります。めっちゃ可愛い。これ
24目ここ開けてますが、開けずにぐるっと全部フリルつけてね、両側2枚重ねになっているので、全部フリルつけちゃえば小さなお座布にもなるかなと思います。可愛いですね、お座布にしても。はい、ではこれはバッグにしていくので、このね内側に持ち手をつけていきます。グレーで持ち手を編んでいきます。そして、これから持ち手を編み終わった後に紐を通していこうと思うんですが、紐は白でね作っていきます。色を逆にして持ち手を白くして、通す紐をグレーにしてもどちらでもね可愛いと思います。ちなみに、ここまで編むのにソフトミックスのグレーを2玉使ったので、持ち手の部分3玉目を使っていきます。それではまず作り目を鎖編みで作っていくんですが、このねバッグの内側に縫い留める分も、5センチくらい必要かなと思うので、その分を余計に考えて、持ち手の長さの分だけ鎖編みで作り目を作っていきます。持ち手は、バッグ本体に縫い留めるので、糸端は50センチくらい残したところから結び目を作って鎖編みをしていきます。120目編みたいと思います。はい、鎖編みを100目編んできました。100目で約80センチありました。では、鎖2目で立ち上がって針から数えて3つ目の裏山ですね。この裏にポコンと出ているところに針を入れて長編みを編んでいきます。最後まで長編みを編みます。はい、最後の目まで編んできました。2段目鎖2目で立ち上がって編み地をひっくり返して2つ目の長編みから長編みを入れていきます。これを繰り返してずっと編んでいきます。はい、長編みの往復編みを、全部で5段ですね繰り返してきました。この、長編みを編むだけで1玉残りがこれくらいしかないので、もしかしたら足りなくなる方がいらっしゃるかもしれないんですが、その場合はもう1玉必要になってくるかもしれないです。では、これをですね半分に折りたたんで引き抜き編みしていこうと思います。こっち側に長い糸端がね残っています。はい、それではこっちの長い糸端がついている方の編み地と半分に折って合わせたら、小さな立ち上がりを一つ編んだら、左手にかけている糸は編み地と編み地の間に来るようにですね、ちょっとやりにくいんですが、こんな感じで編み地と編み地の間に糸が来るようにして、まず手前の長編みの頭向こう側1本だけに針を入れて、指にかけている糸は真ん中、そして向こう側の編み地の長編み手前1本だけにこのように上から針を入れて、そして真ん中に通し、真ん中にある糸ですね、これをかけて引き抜きます。指にかけている糸は常に真ん中です。手前の向こう1本、そして向こう側の手前1
本ですね。針を入れて糸をかけて全部引き抜きます。ちょっとねやりにくいのでやりやすい角度で見つけていただいて、編み地を向こう側1本と手前側1本に針を入れて引き抜いていきます。手前の編み地は向こう1本、向こう側の編み地は手前1本、そして編み地と編み地の間にある糸をかけて引き抜きます。全部最後までこれを繰り返して引き抜き編みで筒状にねしていきます。引き抜いてくるとこんな感じになっていますね。少しやりにくいんですが頑張って引き抜いていきます。はい、最後まで引き抜き編みをしてきました。最後鎖1目編んで針と糸を抜いてキュッと引き締めます。こんな感じですね。はい、こんな感じで長い、筒がねできています。もうすでに編んだんですが、鎖編みの紐ですね。これは8号針に変えて少しきつめに紐を編んでいます。この紐を半分に折った状態で先ほど編んだ持ち手のこの筒ですね、この筒と同じくらいの長さになるように編みます。半分に折った状態なのでこの筒の倍の長さですね、鎖編みを編んで紐を作ります。そしたらこの筒状になった持ち手の中にこの紐を通していきたいんですが、とじ針だと引っかかってしまってすごく通しにくいので、こういったペンに通して、ここもね、ペンの引っ掛けるところも引っかかりやすいので、ちょっとマスキングテープで引っかかりをなくすためにくるっと巻いておいて筒の中に通していきます。ペンも、このね編んだ筒の長編みの間などに引っかからないように気をつけて通していきます。はい、最後まで通してペンを抜いたら、こっちの糸端ですね、紐の端っこはギリギリまで引っ張って出しておきます。そして、今通した紐ですね、長編み1つ分だけ、ここをくぐってまたねターンしていこうと思います。で、
この引き抜きしてきたところが下に来るように、真下に来るようにちょっと調節して、この上の部分ですね、長編み1つ分から一旦このように紐を出しておきます。そして、長編み1目飛ばしてその隣ですね、1目分真ん中に長編みがある状態でまたこの筒の中に、戻します。ちょっと大変なんですけど、こんな感じで通していって、また、入れたところですね、入れた側の筒に戻っていきます。はい、反対側に出てきたらペンを外して大丈夫です。そしてちょっと整えますね。こっちの往復で曲がってきたところはギリギリまで引っ張ります。こんな感じですね。そしてちょっと整えていただいて、引き抜き編みをしたところが真下に来るように整えたら、こちら側の糸端は紐の端っこですね。ここも、こっちはですね、バッグに縫い付ける分もあるので、12345目ぐらい、5目分残したところの間から紐を出しておきます。もう一本も、長編み間に1つある状態でこっち側から出します。こんな感じですね。そして、この5目分はバッグに縫い付けるので、一旦この紐の端っこはこの持ち手のね、出すとこ間違えたかな、こっちですね、345、はい、こんな状態。この紐の端っこは一旦こっちのね、持ち手の上の方で、邪魔にならないようにマーカーで留めておきます。大きめのマーカーでこんな感じでね、通しておいて、編み地にくっつけておきます。はい、それではいよいよバッグ本体にこの持ち手を縫い付けていきます。糸端長めに残っていると思うので、とじ針に通して縫っていきます。紐が出ている側をバッグの外側に来るように、このままの状態でねつけていきます。内側にバッグのこのフリルの部分ですね、フリルとフリルの間に
内側を見て、裏返しでねやるとフリルがボリュームがあるので、裏返しにはせずにだいたい長編み5目分ぐらいのこの持ち手の部分をしっかりと縫い留めていきます。引き抜き編みが真ん中に来るようにですね。このフリルとフリルの間の幅になるぐらい少しね縮めながら縫い留めていいと思います。縫い留める時に先ほど通した紐や、裏側のフリルに縫い付けないように気をつけて進めていきます。こんな感じでしっかりと縫い付けました。フリルの、こっち側から見るとこんな感じですね。これは糸端カットしておきます。で、ここはねフリルで見えなくなる部分なのでそんなに気にすることないかなと思います。ではこの先ほど留めていたマーカーは外して反対側も留めていきます。持ち手のねじれがないように整えて反対側ですね、内側に、ここに紐を通してあるんですが、この紐の部分はしっかりと針を通してバッグ本体に縫い留めます。縫い付けますね。動かないようにするためにしっかりとこの紐にも針を通してね留めていきます。こっちも同じように5目分くらいですね。フリルとフリルの間のところに縫い付けます。はい、しっかり縫い付けたら内側で糸を隠して糸始末をします。何度か編み地に往復で通していってカットします。はい、両方とも持ち手をね縫い付けました。こんな感じですね。よろーんと長い筒が持ち手になっているんですが、こっち側でね紐が2本出ているのでこれを少し引っ張ってですね
長さ調節をします。私は結構ね短くしてしまった方がギャザーが寄ってね可愛くなると思います。お好みの長さに調節して、こっち側に出ているこの2本の紐はリボン結びをします。こんな感じですね。はい、こんな感じで整えたらこれで完成です。ボリューミーなフリルと、このね長さ調節できる持ち手がポイントです。バッグの中はそんなに大きくはないかもしれないですが、小さめのお財布とスマホはね入る大きさになっていると思います。この出来上がった状態でバッグの、横が約23センチ、縦は約21センチですねぐらいになっています。持ち手はお好みの長さに調節できるので、こちら側のギャザーをもっとギューッと寄せるとこんな感じでうねうねのしっかりとした持ち手ができるし、こっちねほどくと持ち手のギャザーは少なくなりますが、長くね肩にかけたい時なんかは長めにすることもできます。なのでお好みで紐で持ち手の長さを調節してみてください。短くするとこっちのねリボン結びが長くなってしまいますが、それもまた可愛いんじゃないかなと。こんな感じで、ソフトミックスですね、ダイソーさんのソフトミックス2色を使ってフリフリのバッグを作ってみました。ここのバッグの入り口ですね、ちょっとどうしても外に広がりやすい感じがあるので、マグネットボタンとかね、またはこっちに紐を編み付けてボタンをつけて引っ掛けるとかね、何かこうお好きなようにアレンジしてみてください。多分使っていたらそんなに気になることはないかなとは思うんですが、いろいろね色を変えたり、こっちに通す紐をこの毛糸ではなくてもうちょっと違った素材のものにするとかね、アレンジはたくさんできると思うので、お好みで、作っていただけると嬉しいです。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。